皆さん、こんにちは。約1年ぶりにアメリカをプレイします。今回はね、プレイ前に予習してきました。南北戦争で奴隷解放宣言やりましょう。さてさて、AI がバグってたアメリカですが、テコ入れのために初期条約が追加されているとか？これですね、太平洋沿岸国家との条約で関心を発生させてますね。これでアメリカ AI が太平洋側に興味を持って拡張するってことね。でも今回はプレイヤー操作だから、まあ関係ないかな。それでは、ゲームを開始しましょう。さて、最初にやることは、もう決まっています。この、バラバラの艦隊を、一つにします。艦隊規模が小さすぎて、今のままじゃ役に立たないですからね。1艦隊にまとめれば、アフリカ上陸くらいはできるようになるでしょう。三兵六に海兵隊3の上陸作戦なら、小国だったら制圧できますね。さあ、次は勢力ブロックの作成だよ。開始時点ですでに列挙上位で、後回しにする理由がないですからね。まあ無難に貿易同盟にしておきます。完成。さて、影響力の残高が減ってしまいましたね。ライバル設定で回復させます。次は関係改善ですか。ここ重要でしょ。まずはイギリス。仲良くしておけば、オレゴンを譲ってもらえますからね。そして、ロシアとアラスカの属国です。アラスカを売ってもらうまでは、仲良くしておきましょう。最後は属国のインディアン準州です。後で併合しちゃうんですけどね。領土関係も見ていきましょう。オクラホマの植民が開始できますね。設定しておきます。さて、植民地請求権の主張は、今は普通に植民できるところしか選択できないので保留にしておきます。おっと、未編入の州が4つもあるのね。編入を開始しておきます。次はお隣の国のテキサス。メキシコとの戦争は開戦済みでもう介入できません。勝利したらアメリカ陣営らしいので何か支援できないかな。インディアン準州との関係改善をキャンセルして影響力を条約に回してみました。勝利の知らせを待ってるよ。研究は量が必要な工具、鉄、紙の増産に関係するものから始めます。既存の施設の製法も更新しておかないとね。そして今回もロシアから材木を輸入します。おっと、初期状態で一段減税してるね。もちろん増税します。消費税はサービスだけ設定しておきます。先導者スロットは空いてるんだね。過激な人が来ると嫌なので、比較的マシな人材で先に埋めましょうか。知識人の先導者を将軍にしておきます。公共サービスですが、地主を強化する地方警察がレベル2なのが問題です。警察のレベルを落として、代わりに教育をレベル3にしておきます。じゃあここで警察法について説明しちゃいます。こちらのように、専門的な警察機構の制定をすると、奴隷制支持派が猛反発するんですね。今回は南北戦争ルートに進もうと思っているので、これを内戦開始のトリガーにします。もちろん内戦前に準備が必要で、こんな感じで進める予定です。この順番の理由については、イベント発生時にその都度説明しますね。というわけで、内戦まで警察は強化できません。代わりに国家警備で反対制覇を抑制しましょうか。そして、南北戦争時には働いてもらう予定の奴隷制支持派の皆さんですが、準備ができる前に勝手に内戦を始めないように抑圧して弱体化しておきます。さて、この後すぐメキシコを叩く予定なんですが、初期戦力のままだとちょっと弱いよね。5とか10の切りのいいところまで気持ち増やして動員オプションも設定しておきます。あ、兵舎は必ず北部に建てましょう。南部に建てると内戦で敵軍が増えちゃいますからね。プール、大国は事前の準備だけでも大変だね。こちらが今回の初期建設。これで設定終わりです。2ページ目。3ページ目。4ページ目。最後の兵舎は戦争になったら前に持ってきます。もう少し戦力投射の数値を上げたいので、造船の予約も入れておきました。では、艦隊をメキシコ湾に展開しつつ、テキサス戦争の行く末を見守りましょう。テキサス、負けちゃったね。
じゃあテキサスを取りに行こうか。メキシコとの最初の戦争ではマヤの解放を要求して南の拡張を妨害しておきましょう。建設級の兵舎を先頭に移動します。徴兵も各部隊に10くらいずつ入れておきます。屈服されないように一時要求を盛りました。戦闘開始です。あまり役目を上げすぎるとイギリスが敵対になってオレゴンの獲得が難しくなります。なので初戦で要求する領土は控えめにしておきました。優勢ですね。国家警備の制定が成功しました。今変更できる法律はあまりないんだよね。次は外交艦隊にします。海兵隊が準備できたので艦隊に乗せておきました。戦力突射は時間がかかるので今から艦隊をアフリカに送っておきます。そろそろ終戦できそう。終戦と同時に何ヶ月の戦争が始まってない？なんで解放したリオグランデと戦争してるんだろう。リオグランデがテキサスにはみ出てるね。これが原因かな。まあこうなったら倒すしかないよね。おっと、テキサスにはメキシコの制御権がついてるので、じゃあ時短のために制御権を主張して植民を開始しましょう。リオグランデとはまだ戦争中だから先にマヤと条約を結んでおきます。よし、リオグランデの占領もそろそろ終わります。白紙、アヘ、どうして？テキサスを半分取られてるじゃん。5年後に保護国化でテキサスを奪い返しましょう。今は関係改善をしておきます。まあ予定外のトラブルはありましたがメキシコ弱体化す目的は達成できましたね。アフリカに送った艦隊はまだ到着したばかりですね。影響力が獲得できるまでしばらく待ちましょう。外交艦隊可決したね。よしよし、準備ができたね。リオグランデを勢力ブロックに勧誘します。後で保護国にするんだけどね。ではアフリカ方面の進行は私が進めておきます。よろしく。主要文化が増えてアフリカの併合速度が上がる予定だから領土はいっぱい欲しいね。アフリカ最初の共同法を確保しました。続けて近隣の現地国家を征服、沿岸部を確保します。水管ボイラーアンロックしたよ。これで赤字も止まるかな。アフリカ方面軍南進してガザを征服しました。アフリカの植民も開始したいけど保育等が勝たないと制定できないんだよね。今は国民民兵から職業軍人に変えて内戦時の南軍の徴兵数を削ります。こちらの徴兵数も減るけど北部に常備軍の兵舎を増やしておけば問題なしです。ポルトガルから州の交換の提案です。受諾しますか？ポルトガルのアフリカ領もいずれ奪うのだけどまだ野心は見せない方が良いか交換に応じましょう。おっと、ペリー提督が出現してますね。艦隊指揮官をペリー提督に変更しました。おっと、イギリスが中央アメリカに手を出し始めてるね。全部取られる前に共闘法を作っておかないとね。アフリカの艦隊を呼び戻します。職業軍人可決したね。そして停戦の終わったリオグランデからテキサスを取り戻したよ。パナマの隣のコスタリカも征服。パナマは後で取るよ。そろそろマニフェストディスティニーの時間なので太平洋岸で戦力突射を始めます。お前のものは俺のもの。アメリカを最強たらしめるイベントがもうすぐ始まります。どういう理屈か理解はできませんが大量の制御権を獲得です。植民可能な州も増えているので開始しておきます。制御権と引き換えに悪名が増えてしまっています。25くらいに減ったらメキシコ戦を始めますね。悪名が減るのを待つ間に日本を開国しちゃおうか。いけ、ペリーよ、日本を開国してくるのだ。そしてマヤが勢力ブロックに参加します。メキシコ包囲網の完成だよ。そろそろ初期建設が終わりますね。市場に足りてないものを追加しておきました。やった、初めて選挙で保育党が勝利したよ。結社の権利の制定は中止。一刻も早くアフリカの植民を開始しないとね。ここで問題発覚。海兵隊が乗ってる艦隊には船の追加ができないんですね。もういい、戻れ、ペリー。
海兵隊を1回下船させて艦隊を改造します。植民地搾取制定できた。海兵隊を増強している合間に艦隊をアラスカに送りました。カナダのユーコン準州の植民地征服権を取っておきます。アフリカの植民も開始しておきます。艦隊の再編が終わったよ。行け、フェリーよ。日本を開国してくるのだ。保育島が優勢なうちにレセゼールも通しちゃおうね。それで日本の開国なんですか。受け入れ確率 0% で開戦確実ですね。まあいいか、黒船様の来航じゃい。上陸戦になるのであらかじめ艦隊とアフリカ陸軍を合流させておきます。戦闘開始です。前回メキシコの時に条約が何度も革命で保護にされたので、今回は条約港で貿易を強制します。ふふふ、九州と北海道に同時上陸して日本を揺さぶるこの完璧な計略を見よ。およ、おいちょっと北海道担当艦隊なんか遠回りしてませんか。全然タイミングが合ってないよ。畜生、大失敗だよ。まだだ、遅れてきた艦隊に再上陸で合わせるよ。いけた。劣勢だけど防御で時間稼ぎしてれば勝てるはず。レスセール可決したね。結社の権利の制定で労働運動を沈静化させるよ。よし、なんとかこらえたよ。条約港を分取ったせいで日本はご機嫌斜め、勢力ブロックへの勧誘は無理そうですね。とりあえず全員撤収。次のメキシコ戦向けに配置転換するよ。結社の権利制定できたよ。では陸軍も帰ってきたのでメキシコ戦を開始します。結構簡単に屈服されちゃうので今回も一時要求をモリモリにしていきます。戦闘開始です。返還請求できる州は全部要求しました。1戦目でだいぶ国力を削ってるから2戦目は余裕そうですね。さてメキシコ戦の次は南北戦争だから人権の研究優先度を上げて準備を始めます。自由貿易制定できたよ。実業家が賛成する法案はこれで終わりかな。はい、特に苦戦することもなく勝利です。母国がアメリカになるので獲得州の編入はすぐに終わります。あとはイギリスからオレゴンを獲得しないとね。オレゴンの獲得についてはもう着手済みです。探検イベントで当たりが引ければ達成です。インディアン準州の併合も達成したよ。児童労働の制限可決できたよ。残念、オレゴン山岳道発見ならず。行け、フェリーよ。オレゴン山岳道を発見するのだ。保障された自由制定できたよ。2周目の探検も失敗でした。おっと、アラスカ買収の条件を達成してますね。もちろんお金で片付けます。アラスカの購入大成功。まずは編入を開始、そして植民も開始します。でかした。3度目の探検隊がオレゴン山岳道を発見。平和的にオレゴンを獲得できたよ。よしよし、中核州の確保は完了だね。さて南北戦争の準備を進めたいところなんですが、キーパーソンが出現しないんです。カリフォルニアの獲得で条件は達成してるんですが、多分先導車スロットに空きがないからですね。先導車が自然に入れ替わるのを待つことにして、しばしの間アフリカ方面の拡張を進めます。人権はアンロック。これで奴隷制を廃止すれば多文化主義がアンロックします。比例課税が可決。予算は結構余裕が出てきました。今はイギリスとの関係が良好なので同盟を組んじゃいます。そしてアフリカ西側への植民も開始します。よし、来た。この人物の出現を待っていました。カリフォルニアの名物おじさんです。現代だったら超有名政治系 YouTuber、 まあそんな感じの人です。それでこのノートンおじさん、イデオロギーがレアで多文化主義賛成派です。その上人気も高いので政治家にしたら勝手に大統領まで上り詰めます。というわけでまず小ブルジョアのリーダーに抜擢します。あとは新大統領の誕生を待ちましょう。アフリカ司令部より緊急連絡。ザンジバルが独立しました。むむ、この政治的空白は他国も見逃さないはず。領土を確保してください。
お任せあれ。よし、アフリカ方面の植民地征服権も主張していこうね。報告です。アフリカ方面軍、ザンジバリの征服を完了しました。さて、あと少しで言論の保護が可決します。ここから先は、政治運動の抑圧ができないので、いよいよ内戦のカウントダウンが始まります。北部と太平洋側に兵舎を建築して、内戦に備えます。内戦終了時に、警察のレベルが低いとバッドイベントが発生するのでレベル上げを始めます。言論の保護、可決したよ。では、警察法の改正を始めて、内戦勃発のトリガーを引くよ。政治運動が過熱するまで時間がかかるから、待ち時間でメキシコを保護国化しましょう。おっと、ベネズエラが勧誘できますね。仲間を増やしておきましょう。メキシコが屈服しました。戦力を温存できたね。そして、とうとう奴隷制支派が政府に反旗を翻してきました。減税モードにします。内戦終了までに、警察法と多文化主義の制定を絶対に終わらせないと。おお、日本の条約国と南部の州が同時に分離を仕掛けてきたぞ。南北戦争、始まってしまいました。まずは奴隷解放宣言です。行くぞ、大義は我らにあり。ですね、事前に策を講じているので、南部に勝つことは難しくないです。でもね、まだ戦争を終わらせてはいけない理由があるんですよ。終戦後に高確率で大統領暗殺事件が起きます。賛成派のノトン大統領が無事じゃなかった場合、多文化主義の制定が困難になるんです。リンカーン、そんな人いましたっけ？そんなわけで、いつでも倒せる南部を防御陣形で囲んで生かしておきます。日本放棄。そして連合国と戦闘開始です。日本放棄の鎮圧は、アフリカ方面軍にお任せあれ。よし、ノートン大統領が誕生しました。警察の制定確率も 100%、うっかり南部を倒さないようにすれば OK だね。専門的な警察機構、制定できた。内戦終了までにレベル5までいけるかな？続けて多文化主義の制定を始めるよ。アフリカ方面軍、日本放棄を鎮圧しました。だいぶ戦争支持率が落ちてきたね。多文化主義の制定、間に合うかな？時間稼ぎはもう限界です。南部を倒します。全軍、攻撃を開始せよ。おお、制定できた。あとは自動降伏する前に倒せるか。勝利。だいぶバタバタしましたが、予定のタスクを内戦中に完了できました。内戦に勝利し、国家の再建ジャーナルが開始しました。多文化主義が必要だった理由はこのジャーナルで、アフリカ系の主要文化が増える報酬です。12年の時間制限がシビアなので、イベント開始前に多文化主義を制定しておきました。さて、連合国に分離した州は未編入に戻っているので、編入しておきます。アフリカ系を授与するイベントが完了。なお、主要文化が増えるのは、国家再建ジャーナル全体が終わった後になります。残念。暗殺は防げませんでした。さて、国内問題に区切りがついたところで、パート1はここまでにします。後半のパート2では、アフリカ方面への進出を進めて、実績、西軍機の達成を目指します。次回の動画もまた見てくださいね。